このね、この前僕クリーブランドとか行ってきたりとかしたりとか、その海外のお医者さんとかと話したりとかしてみたんですけれども、やっぱりね、日本人ってね一番治療うまいよ、間違いなく。日本人のこの手の繊細さとこの指の感覚っていうものは決してねアメリカ人には再現できなかったね。なんだそれ、ちょっと教えてくれって言われたんやけど、もうねまるでド下手、こうやって痛い痛い痛いみたいな、お前強いからみたいな、俺の体触らんとちょっと悪くなるしみたいな感じぐらい、タッチの繊細さっていうのはもうこのだからカイロの先生だったりとか、メディカルドクターとお話しさせてもらいましたけれども、とか実際に施術したりされたりとかしましたけれども、やっぱこの日本人のこう都市療法のレベルの高さっていうのはやっぱね僕はね世界に通用するものなんだなってことを思ってるわけなんですね。で、あとはやっぱりこの僕たちが今後何に向かっていくのかってことがすごく大事で、皆はですね、目の前の患者さんが改善できないからとかね、やっぱり臨床をやっててもやっぱり治せないとか改善できない患者さんがいて悔しくてとかね、僕たちのコンテンツ使ってみて実際に結果が出てるからっていうので今日ここにお越しいただいたと思うんですけれども、やっぱりですね結果が出てることがやっぱり僕は事実だと思うんですよ。やっぱそれをねやっぱり認めるような文化をやっぱこの業界に僕は作るべきだと思ってるんですね。でやっぱ俺らってさ、なかなかこう結果出したりとか変化出したりとかしてもさ、例えば報酬体系とかさ、お給料とかね、報酬体系とかあと休みだったりとかに反映されないじゃないですか。なんかもともと昔からやってる病院の昔ならではのやり方が、正しいって言われたりだったりだとか、だから経験年数があれば神みたいな感じとかね、出身校が良ければいいとかっていう文化ありますけれども、そういう文化があるのも分かりはするんですし、日本人らしいなっていうことは思うんですけれども、でもやっぱりその海外とか外部志向になればなるほど、いや小さいし無駄なことしてんなってぶっちゃけ思うんですよ僕は。なんでこう一生懸命努力していって頑張ってる人が報われる仕組みがないのっていうことはやっぱ思うんですね。もちろんその日本の歴史的な背景だったりだとか保険診療がねその導入されていった経過とかを見ていくとそうなってしまったんでやむを得ないんだなっていうことも思うんだけど、でもやっぱりこの患者さんの立場からしてみるとさ、経験年数がどうとかさ、何の大学出てるかとかさ、うんぬんかんぬんぶっちゃけ最後はどうでもいいじゃないですか。確かにこの誰の手術を受けるとか誰の治療を受けるのかっていうのはね、なんか実績のある人っていうところにまずは行くじゃないですか患者さんって。けど結局それを受けてみて落胆される方も中にいはるんですよね。で実はもう何も変化が出なかったとかいう方ってやっぱりこの疼痛治療の領域においてやっぱり多いのが事実でもあるわけなんですね。のでここで来てる方に僕の最後にメッセージ伝えたことは何なのかって言ったら、やっぱりねもっとね僕たちのやってることに自信を持つべきだと思うんですよ。俺たちコメディカルはその PT だからとか重生師だから回路だから整体師だから国家資格がねえからとか経験年数が浅いとかってそんなこと全く関係なくて、もう俺はやっぱり臨床3年やってそこからよやっぱ独立開業していって腕一本で勝負していったってことやってるけど、やっぱりたった3年しか臨床をやってないようなやつでもね患者さんは求めてますよ地域って。で少なくとも俺は京都で独立開業した時にそう感じましたね、肌身で。なんかその外でやること、保険診療離れてやることってそんな夢物語なのかもしれないなと思ってたんだけど、でもやっぱり外でやってみたら患者さんはやっぱり先生に出会えたって言ってくれ、出会ってよかったって言ってくれる人たくさんいるし、やっぱそういうふうにその実力があって腕があって努力ができて結果が出すことにコミットしてる先生っていうのはやっぱりもっと認められるべきだと思うし、もっともっと評価されるべきだなっていう文化をやっぱり僕は作っていきたいんですね。でやっぱそのためのやっぱ希望になるものが何なのかって言ったらやっぱりこのエコーとかっていう機械、この間僕ずっとここでベラベラ喋らせてもらいましたけれども、でもやっぱり証拠と実績だと思うんですよ。とか画像というところで証明できるっていうことができればやっぱりその辺の構図ってね、いやこんだけにおるメンバーがよマジで本気出してこういうところ真摯に勉強しだしたら僕日本の医療変わると思いますよマジで。でそういったことを、そもそも誰もやろうと思わへんから、所詮俺が一人でやったところでこの病院が何に変わんねんとか理学療法士の制度とか保険診療みたいなもん俺一人があがいたって何にも変わらへんって思うよな。で俺もそう思ってたもん昔はやっぱり、理学療法士の、本当の病院の回復期と外来を見させてもらってるほんのパーツの一部にしかなかって、自分がどうあがいたってこの業界変わらないんだなってやっぱ思ってましたよね。
思ってたんですけれども、でもですねやっぱりねこうやって独立開業していってね、腕一本で与えられる側から与える側にね変わっていって何を思うのかって言ったら、やっぱりその与えられてる環境の中でもがくやつしか次のステージ来ないんですよね。これね、どうせ俺の職場なんてとか、給料安いし頑張ったってどうせ意味ないしとかね、上司は俺の話でも聞いてくれへんし、医者は全然こっち向かへんしっていうことも、あると思うけど、そこでやっぱりもう一回自分の置かれてる環境の中でもう一回ここで習ってることとかを真摯に追求できるかどうかっていうところの姿勢がやっぱ見られてるんですよ。でその思うことはやっぱりここまでその土日とか勉強しに来てくれる優秀な人材の皆さんにですよ、僕が何を伝えるのかって言ったら、要は自分で信じて軸を通してやり続ければでっかいもんは動くんですよ。でそのやっぱ一言に尽きる。でまさか僕もですね会社始めて4年前にこんなことになるなんて夢にも思ってなかったですよ。もうとりあえず自分が整体院とか自分で独立開業していっていく時に何もなかった治療院の中でそもそも俺が食っていけるのかどうかっていうところから始まっていきましたけれども、でもやっぱり自分を信じて今やってることが正しいと信じてやり続けていけばやっぱり動くものがあるんですよ。で僕はやっぱりこの輪をもっともっとその日本大きく広めていきたいし、僕たちはやっぱりそのもっともっとその患者さんに貢献できるんだってことだったりとか、医療の発展にも役立つことができるんだっていうことをここにいる一人一人のメンバーが自覚してほしいんですよ。だからそういったことをやってる仕事なんだと。むしろだからここに来てる優秀な人たちが頑張らないと変わらへんねんって、この業界は。やっぱ俺はそう思ってるんですね。ここにだから土日でも時間もブロックしてスーツ着て台風の中でも来て一生懸命自分の投資をすることにコミットできる人材が頑張って、要は今の自分の与えられてる環境の中でもがくということをやらないと俺らの業界やっぱ変わらへんねんって。いやそれに尽きるんですよ。やっぱ大きいものを動かそうと思ったらやっぱり一人一人がその自分の与えられてる環境の中でいかにコミットメントして努力していって、でそれで大きなものを動かす、大きなものを変えていこうというようなやっぱ行動を取らないといけないと思うんですね。なんで、言った通り僕たちはテクニックだったりだとか、セミナーを売ってるわけじゃないと僕は思ってて、やっぱりこういうふうな活動一連を通じていってね、やっぱり俺はやっぱこの業界をねどっかで変えたいんですよ。でも自分で勝手に言ってますけれども、セミナーとかじゃなくてですね、僕は勝手にね世直しだと思ってるんですよ。世直しとか言ったら自分がテンション上がるからとか、そんなねお前みたいなものが何をカッコつけるんやって言われるかもしれへんけど、でもそういうことを思ってやるやつがおるから世の中変わっていくと俺は思ってんねんな。実績もないし根拠もないしキャッシュもないし時間もないしコネクションもないかもしれへんけど、そんな中からでも自分のことを積み重ねていくってやっていくってことをやりゃちょっとずつでっかいものが動いてくるっていうことを、僕は今までの 3,4 年の自分の独立開業して自分の会社をやりだしてからやっぱそういうことをやっぱ感じてるわけなんですよね。だからここに来てもらってる優秀な方々にはもっと自分の問われてる社会的な責任だったりだとか、要は自分たちがどんどん勉強していく自分たちが要はそういう業界自体を変えていくんだということをもうやっぱコミットメントをしていただけるようなね人材としてどんどん世の中に地域医療に輩出していただければなというふうに、僕はやっぱすごく思ってるわけなんですね。はい、ので今の話ですけど、医療の発展と患者さんに貢献できるセラピストのやっぱ役に立つっていうことはやっぱりやりたいですし、でもやっぱりそれってね、そのセミナー良かったな面白かったなっていうわけにはできなくてですね、明日からですね自分自身でね変わるという決断をしていただきたいんですよ。で僕いろんな受講生の方見させてもらってきましたけれども、藤井塾でも山ほど人来はるし、その東都教科でもめちゃめちゃ人来はりますけれども、どんな人が一番成長が早くてどんな人が一番ですねなんかいわゆる成功者の中に入るのかって言ったら、年齢でも経験年数でも実績でもねそういうの全然関係ないんですよ。どんな年齢でもねどんな職種でもね、明日から俺は変わるんやっていうね決意をやってる人が一番やっぱ変わるんですよね。やっぱそこだと思うんですよ、人間のその器のでかさって。プライド捨てて恥捨ててもう一回ゼロからでもいいから真摯にもう練習していって自分の人生を変えるんだっていうことを、できるような存在にやっぱなってもらいたい。でもこれにはやっぱりちょっとだけですね決意が必要で、今までやってきたことと断ったりとかですね、今までやってきた生活習慣を変えないといけないわけなんですね。そんなことができるような人たちにやっぱりやっていただきたい。いくらテクニックとかノウハウをお伝えしたとしても、テクニックとかノウハウは皆さん変えてくれないですよ。自分自身がそれをどう使いこなすかですよ。
自分が変わるからこそそれがフィットしてくるし、やってることによってほぼほぼ今日俺ここやってることだからほぼほぼ自分の生態にやってることをそっくりそのまま見せてますよ皆さんに。じゃあなんでその出せる結果が違うのかって言ったら、やっぱり腹一本くくってるかどうかなんですよ。決意を変わるんだとやるんだというところをやっぱりくくってるかどうかで出せる結果だったりだとか動かせるもののでかさが変わってくるんじゃないのかなってことをやっぱり僕は思ってるわけなんですね。そういうところをやっぱりみんなに伝えたいわけです。でやっぱり西洋医学にはやっぱり盲点があってですね、西洋医学っていうのは急性期の治療に特化してます。西洋医学は素晴らしいです。人口ピラミッドの構造を変えました。平均寿命を上げました。これほど素晴らしい医学はないと思います。本当に僕はそう思うんですね。けどやっぱり西洋医学だけがっていう発想に関してやっぱそういうことは間違ってると思うんですね。西洋医学中心の病院で3年間だけ勤めさせてもらいましたけれども、やっぱりですね盲点はやっぱりある。それはやっぱり慢性的な疾患だったりとか老化に伴う現象に関してはどうしてもまだまだ研究が進んでなかったりだとかね、どうしてもまだまだその事例だったりとかそのケーススタジーが足りないところはどうしてもあるので、ここの分野をここにいるメンバーみんなでやっぱり高めていく、積み重ねていくってことをやっていくことが僕たちがやっぱり社会的に認知されていったりだとか、もうひいてはやっぱり患者さんのね第一選択肢になってくるんですよ。僕たちがね知らないじゃないですか。理学療法士っていう名前だったりだとかうんぬんかんぬんってまだ知らない患者さんいらっしゃるじゃないですか。だからでもそういうところを変えていくのってやっぱり西洋医学は盲点になってるところの領域を僕たちが発展させていくということをやっていくから変わってくるんだと思うんですね。はいのでやっぱり世の中が求めてるもの何なのか、やっぱり一番最初はみんななんでセラピストになったのかっつったらやっぱり何かあったと思うんですよ。多分ね患者さんがセラピストになろうという決意をさせてくれたんだと思うよみんなに。例えば自分の身内の人がね病気だったとで改善しただったりとか、自分自身が怪我をしてて素晴らしいセラピストに出会って僕もこういう仕事に志したい、こうやって人の体を通じて人の体を成功してもらうことによって自分自身が貢献できる仕事をしたいっていうようなことを彼はやっぱり始めてると思うんですね。でもやっぱり世の中が求めるのって何なんだかって、やっぱりそういうことを真摯に向き合ってくれるやっぱセラピストをやっぱ求めてると思うんですよ世の中っていうのがね。のでこれだから冒頭にも話しましたけれども、今皆さんがやってるこの都市疼痛治療に関してはもっと自信を持てばいいんですよ。でもっとやっぱりもっともっと活躍できるし、もっともっと広く活動できるし、もっともっと僕たちは己を主張してもいいんじゃないのかなってことを僕は思ってますので、やっぱりその出てる結果が事実であって、確かに社会的にだったりとか病院とか組織内では抑制させられてるかもしれないですけど、それを変えるのはねあなたですよ。現場にいる自分が変えようとか、現場に地域にいる自分が発信していこうっていうことをやらないと何も変わらないですからね。誰かが変えてくれたりだとか誰かが作ってくれるんじゃないんですよ。決意のある人間一人がやろうっていう気持ちから始めることが世の中を変えていくことにつながっていくんだということをやっぱり自覚しないといけない。僕たちは全体のうちの一部で引っ張られてるわけじゃなくて、一つ一つ自分のステージごとに役割があって、その役割が何なのかってことを見つめていって実行していくということをやはりここに来てる優秀な方々には、ぜひやっていただきたいなということを思っております。はいで次のステージへって話があるんですけれども、僕たちはもう成長し続けることを腹にくくってます。会社のメンバー全員が腹にくくってるかどうかわからないんですけれども、とりあえず俺っていう人間はとりあえずもうここでしかやっていけへんから、ここのステージの中で実際に現場で結果が出てることがどれだけ世の中に通用するのかってことをやっぱり人生をかけてやってみたいと思うわけなんですね。それがいいのか悪いのかわからないんですけれども、とりあえず自分が信じていいと思うものをやっぱりやり続けるということをやっぱやっていきたいと思ってるわけなんですね。みんなはどうですか？みんなはだから究極はなぜ自分がですねセラピストとして病院だったりとか自分の地域に存在してるのかっていうことをやっぱりね考えないといけないんですよ。日々の忙しさに騙されてね、金がないとか忙しいとか子供うんぬんかんぬんとか嫁がどうのこうのさ分かるから、みんなそうやから、それは俺もそうやから。でもそんな中でもやっぱり見過ごしちゃいけないのは、なんで自分がセラピストになろうと思ったのかなっていう気持ちをね絶対に忘れちゃいけないです。やっぱりその一番最初に思ったところの気持ちってね全部含まれてると思うんですよ、今やってるところの気持ちに。やっぱり僕もなんで一番最初にセラピストになろうかなと思ったら、やっぱり自分の身近にいる人ですね。僕の場合はおばあちゃんなんですけど、いやおばあちゃん腰痛いっつって言われたけど何もできなかったんですね。で悔しいし、なんかおばあちゃんかわいそうやし、なんかちょっと腰とか揉んでみたりとかしたけど全然なんか良くならへんし、なんかもどかしいなっていう気持ち
からその理学療法士っていう仕事に出会って、なんて素晴らしい仕事だと思ってこの業界に入ってきてる人間なので、やっぱり一番最初のきっかけはそこなんですね。なんですけど今のみんなってどうなってるのかって言ったら、保険診療がどうのこうのとかね、給料が上がりませんとか、また診療報酬が下がってうんぬんかんぬんとかっていうところの悪い知らせばっかりあるように見えるんですけれども、でもやっぱりそんな中でもですね、なぜ自分がセラピストになったのかっていうところをやっぱりこう踏まえながら臨床やってる人にやっぱ患者さんは見てもらいたいと思いますよ。どうですか、職場の愚痴ばっかりとか上司の愚痴とか患者の愚痴ばっかり言ってるセラピストと、自分の与えられた役割を一生懸命こなそうとしてる先生やったら、自分が患者やったら誰に見てもらいたいかってことなんですよ。結局やっぱりそこって全てを踏まえてて、やっぱり自分自身がね、どんなステージになっても一生懸命その己が成長するために切磋琢磨してる人にやっぱり患者さんは見てもらいたいと思ってるわけなんですよね。ので僕がやっぱり伝えたいことは、言った通り、冒頭にも伝えたと思うんですけれども、テクニックだったりとかそのツールがね、みんなを良くしてくれるわけじゃないんですよ。そんなもんより一番大事なことは、自分が腹一本やるんだと。もう病院にもあたこたこたこた言われるし、もうそれやるなって言われるかもしれへんけど、でも実際に現場で結果が出てて、患者さんがありがとうって言ってくれることをやっぱり追求するという、やっぱり勇気と、小さな決断をね、やっぱやるという練習をしていただきたいなっていうことが、僕は皆に伝えたいことなんですね。もうぶっちゃけそんな俺なんて技術がもともとなかったけど、やっぱり一番最初に腹に据えたこのやるんだっていう気持ちだけでやっぱりここに立ってるということは今も続いてる。でその買ったりとか、そんなアメリカまで行ってきたりとか、会社のなんかむちゃむちゃ大変な仕事とかやったりとかするのも、やっぱりその一番最初に思い描いた自分のそのパッションだったりだとか、やらんとあかんよねっていう気持ちがずっと残ってるからやってるだけなんですね。でその結果としてキーマックというものに出会って、その結果に驚いて、でなんかそうエコーというものに出会ってやっていったということをやってるだけの人間なんだってことをみんなには伝えたいと思ってますので、もう一回言います。明日からですね、どんな小さなことでもいいので、自分の信じるものをですね、一つですね、やるんだという決意をするという小さなコミットメントからいいので、そういったところから始めていっていただきたいです。せっかくやっぱこんだけの人数来てもらってですね、ただテクニックだけ伝えてですね、帰ってもらうのも僕の中であんまりちょっと違うなって感じが思ってて、やっぱり俺はね、本質はこっちだと思うんですよ。やっぱり腹一本くぐった人間がどれだけ世の中を変えていくのか、どれだけ病院を変えていくのか、どれだけ地域を変えていくのかっていうところを、ここに来てるメンバー皆がね、考えてやっていただけるようなところに何かこうパッションを感じていただければなと思ってこのお話をさせてもらったわけなんですけれども。